通だったらこれ髪の毛直してから撮るんだろうけど、まあいいや。はい、どうもじゃあ、ということでございます。ということで、本日の食材がこちら。いろんな魚ってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。シイラ赤マンボウハガツオ。っていうことでね、今日は大養魚について動画作っていこうかなと思います。大養魚というのはですね、値段の高い魚の代わりに安くて味が似てる魚を使うことを大養魚と言います。昔はね、回転寿司とかでも当たり前に存在したらしいんですけど、もう今はほとんどないみたい。2003年ぐらいにね、食品表示法って言って、ちゃんともうそういうのはやめましょうよって国がストップしたんで、大養魚も少なくなったんですね。例えば、昔だと、これね、シイラね。これがカンパチで売り出されてたんですって。で、この四角い赤いやつ、赤マンボウ、マンダイとも言います。これを叩いて油とか食紅を入れて、赤マンボウはネギトロの代用品。すごいよね。マグロでもないんだよ。これちょっと珍しいんですけど、一見カツオに見えますよね。これね、ハガツオっていう魚で、昔は近海小マグロって言って、近海で取れるマグロっていう風に売り出されてました。昔はね、今はもうちゃんとハガツオとか、キツネガツオで表示して売ってます。でもこの魚めちゃくちゃ味が良くて、おすすめなんですよ。で、あとそれの他には、これ。冷凍で買ってきました。これね、マグロの代用品のガストロっていう魚。正確にはね、ここに書いてありますね。鱗マグロっていう魚です。で、魚の画像がこんな感じ。マグロとは程遠い見た目をしてますよね。あとはね、アワビの代用品で、ロコガイ。チリアワビとも言いますね。あと、アナゴの代用品で、ウミヘビが使われてたりするんですよ。僕もね、一回食べたことあります。スーパーとかに、ちらし寿司用に細かく切ってあるアナゴ、ああいうの値段が安かったらちょっと裏見立ってください。原材料、ウミヘビって書いてあったりしますんで。で、すごくね、骨が多い、やっぱウミヘビは。でも味はアナゴに似てますね。ということで今日はこの大養魚をお刺身にして、ちょっと食べてみようかなと思います。で、この赤マンボウは、ネギトロ実際に作ってみようかなと思います。こういう風にショートニングと、食紅も買ってきてあります。ではまずはさばいていきます。ハガツオ、シイラ、赤マンボウの順番でさばいていきたいと思います。はい、では今日はちょっとさばくの多いので、サクサクっとさばいていきますね。まずはハガツオから。頭を落として、内臓を取り出していきます。身がめちゃくちゃ柔らかいんですよね、ハガツオって。なんか食べてますね。胃袋、開けていきましょうか。なんだろうな。イカだね。イカを食べてます。で、お腹を割ります。で、カツオに比べてハガツオっていうのは、鮮度の落ちが、カツオに比べてですけど、遅いです。そういうのも扱いやすいポイントの一つでもあるかなと思います。よし、そしたら3枚におろしていきます。身が柔らかいので、できるだけ一撃で決めていきます。すげえさばきやすいですね。こんな感じですね。マグロっていうぐらいだからもっと皆さん赤い身を想像してたと思うんですけど、意外にこうやって真っ白なビンチョウマグロとかサワラみたいな身してますね。これがね、脂があって美味しいんですよ。はい、このようになりましたら、ここ、腹骨をすいていきます。よいしょ。こういう形ですね。そしたら皮を引いていきます。皮はね、こうカツオみたいに取っていきます。僕はこういう風に血合い骨の上に包丁を通して、皮ギリギリまで包丁がいったら、そこからスライドさせて皮を剥いでいきます。よいしょ。はい、こういう形。で、こっちのお腹側も一緒ですね。血合い骨の上から包丁1本入れて、そこから徐々に包丁を入れてって皮を剥いでいきます。このやり方ね、結構コツがいるんですよ。ちょっと間違えるとね、皮の下に包丁がいっちゃうんでね。はい、こういう形ですね。はい、ではこのような状態になりました。そしたらここにね、血合いがついてますんで、これ取っちゃいます。これ斜めにビーッと。これ取るとね、すごく身が綺麗になります。これで完成ですね。で、腹側も一緒。内側にして包丁を斜めに入れて、こういう風に血合いを取りますと。この血合いも食べれるんですけど、やっぱり見栄え悪いんで、取った方がいいですね。次はこちらシイラ。あんまりにも大きかったんで、もうぶつ切りにして、いろんな人に配りました。もうブロックになってれば、すごくさばくの簡単です。で、こっち側も一緒。
背中から包丁を入れてって、はい。で、ここで、シイラさばくとき注意事項なんですけど、シイラの皮って寄生虫とか汚れがすごいついてて、皮の汚れが身について、それをついたまま生食すると、当たっちゃう可能性があるんですよね。なので、もう必ず、例えば、皮が一回ついたまな板、ここには絶対に身を乗せないでください。僕はもう一回乗せたら、こういうところにペーパーをかまして、で、こういう風に皮を剥いていきます。ね、そしたら一回も皮の汚れをつけてないので、これを取ってお刺身にしていきます。これで完成。はい。では本日の本命ですね。赤マンボウ。これ一切れでだいたい5キロあります。で、これ尻尾の方のお腹部分ですね。一番脂の乗ったいい部分。業界では三角って呼ぶらしいですね。こっち側が赤。こっち側がこう白身というかサシが入ってますね。で、今日はネギトロなんで赤身を少し、白身を少しいただきます。じゃあまずは、これまだね、こういう風に皮がついてるんですよ。なので、そうだな、まず縦に1本入れて、で、赤身を落とします。じゃあ赤身ですね。で、次はここの白身。結構ね、こっちは筋っこいです。はい、白身。ではでは、ネギトロから作っていきます。まずはこういう骨がついてたら、骨を取っていきます。そしたら赤身と白身、同じ量を切り取って、まずは細かく切っていきます。ほら、もうこうやって見たらもうマグロだもんね、これ。実際赤マンボウ食べてもマグロに近いんですよ。ただちょっと独特なね、風味というか癖があるんで、そこだけ注意ですけどね。でも本当に似てます、マグロに。しかも値段はマグロの半分ぐらいの値段で買えますんで、代用としてはもう超うってつけのお魚ですよね。でさらにこう細かく切っていきます。すっごい筋っこいです。もうね、しっかり包丁を通さないと切れないですね。で、こういう風になったら重ねてザクザクと切っていきます。はい、こんな感じですね。で、赤身の方も一緒。こっちも細く切って、さいの目にざく切りにしていきます。こっちはね、切りやすい。ほら、簡単にさっさっと包丁入ってきますね。そしたらザクザクと。はい、こんな感じにある程度刻めましたら、包丁で叩いていきます。これがドロドロになるまで叩きます。よし、かなり叩きました。20分ぐらい叩いたかな。だいぶ粉々になりました。こんな感じ。で、これだとまだネギトロとは程遠いですよね。ネギトロの油ギッシュな感じを出したいので、ショートニング。お菓子作りで使われるものですね。植物油。マーガリンみたいなもんですわ。で、ショートニングをこのぐらい入れます。で、よく混ぜ込みます。おー、いい感じになってきた。めっちゃネギトロっぽいんだけど。わかります？もうこれネギトロでしょ。ショートニング入れる前は赤身と白身がまばらでしたけど、均一になりましたね。で、これだとまだちょっと白っぽいので、ここに食紅を少し入れて赤身をプラスします。はい。混ざりました。これで赤マンボウで作ったネギトロの完成。でもこれ完全にさ、食紅入れる前の方が自然なネギトロっぽくて美味しそうでしたね。こっちの方がね、美味しそうじゃないですか。さて、そしたら次はシイラとハガツオ。今日はね、お寿司にしたいなと。で、ハガツオは普通に切っていきます。こういう風に普通にお寿司用に切っていきます。ちょっと厚めにね、切っていきます。で、次はこちら、シイラですね。シイラなんですけど、ちょっと裏技があるんですよ。シイラは皮目に筋があるんで、ちょっと筋を取ります。これでより口どけが良くなりました。そしたら、これを切っていきます。お寿司用に
っていきます。そしたらここにサラダ油が入ってます。で、サラダ油に漬け込みます。シイラって油がちょっと少ないので、サラダ油につけて油分をプラスします。シイラのオイル漬けですね。はい、そしたら握っていきます。真空パックの酢飯。まずはハガツオ。ハガツオ。次はシイラ。ハガツオシイラ。で、ここに人工のネギトロ。で、これも買ったんですよ。サーモンドロップナンバー2。これ何かと言いますと、人工イクラです。キューピーの独自の製法により製造した魚卵状食品ですと書いてあります。やっぱりサーモンのエキスとかオイル、そういうものが入ってるみたいですね。僕人工イクラ初めて食べますからね。まんまイクラじゃん、これ。どこからどう見てもイクラですね。これを、ちょっとここに盛り付けてと。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。大養魚のお寿司。こっちからハガツオ、シイラ、赤マンボウのネギトロ、人工イクラですね。さあ、じゃあどれからいただこう。まずは人工イクラからいただきますね。でもこうしてみると、普通のイクラよりちょっとね、白っぽいですね。いただきます。硬い。しょっ辛いですね、まず。確かにイクラといやイクラだけど、これでご飯をかき込めるかといったら、答えはノーで、あまり俺は好きじゃないかな。ただよく似せてるなって感じはします。次はこちら。ショートニングを入れて食紅で色付けした赤マンボウのネギトロ風味。いただきます。醤油にちょっとつけて。美味しくねえな。全然美味しくない。ショートニングが気持ち悪いですね。味はスーパーとかに売ってるネギトロによく似てます。けどスーパーとかに売ってる300円ぐらいのネギトロの方が美味しいですね。美味しくないわ、これ。次は、シイラのお寿司。カンパチの代用品ですね。醤油につけていただきます。美味しいな。買ってきたシイラがね、1メートルぐらいあるオスのシイラだったんですけど、やっぱりメーター超えてくると、シイラもめちゃくちゃ油乗ってきて、うまいですね。サラダ油で油をプラスした意味はあるのかなっていう感じでしたね。サラダ油感はあんまり感じられなかった。ただカンパチの代用って言うけど、カンパチとはもう全然違う魚の味ですよ。シイラはシイラの美味しさがあります。次はこちら。ハガツオのお寿司。醤油につけていただきます。うまっ。油が乗っててうまいな。で、マグロ独特の血の気がね、少ないんですね。とっても美味しいですね。ハガツオ。はい、ということで、今日はこちらの代用品のお寿司の盛り合わせときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、で、選ばれたやつ。久しぶりの登場でございます。やっぱお寿司にはこれだよね。はい、こちら、10対0ですね。いただきます。うめえ。やっぱり寿司はうまいね。じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はシイラ、赤マンボウ、ハガツオ食べてみましたけども、シイラとハガツオは相変わらず美味しくて、赤マンボウのネギトロはもう最悪な味でした。美味しくない。もっと違う作り方があるのかな。ちょっとこれはリベンジしないといけないなっていうぐらいひどい味でした。また面白い大養魚が入りましたら、やっていきたいなと思います。ということで今日はありがとうございました。バイバイ。